こんにちは、岩根です。今回もアニメ業界で使われる用語を解説します。今回はハ行の用語です。アニメ用語は業界共通で定義されたものがなく、各スタジオで慣習的に使われている用語も多いので、人によってはそれは違うということが起こりうることをご了承ください。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また絶対に使うお約束はできませんし、使わせてもらっても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM 経由でお貸しいただけると嬉しいです。背景動画。普通背景は静止していますが、キャラクターの移動に合わせてカメラが移動するときに背景も動画として動かすことがあります。アナログ撮影では画用紙にポスターカラーで描かれた背景の絵がセルののっぺりした画像に置き換わるので違和感が大きかったんですが、デジタルでは背景担当者が描いたブックを撮影で貼り込んで統一感を持たせることが多いです。アナログ撮影では撮影台の物理的な限界から背景動画にせざるを得ないケースもありましたが、デジタル撮影ではそういう制限が少なくなったので背景動画にしなくていい場面が増えました。ハイコン。爆発や強い光源の近くなどのカットで背景やキャラクターを通常よりも高いコントラストで描くことです。撮影でコントラストを上げることもできますが、撮影での処理は補助的で、最初からハイコン用の色彩設計でセルや背景が作られるのが一般的だと思います。ハーモニー。セルに描かれたキャラクターは通常ベタ塗りで表現されますが、そこに筆による濃淡などをつけることで背景に馴染んだ絵にする技法です。アナログ撮影ではキャラクターの色を画用紙に描き、その上に線だけ描かれたセルを載せていました。現在は普通に塗られたセルのデータを背景担当者に渡してレタッチしてもらいます。これとは別に通常のセルと背景に撮影で処理を加えて疑似的なハーモニーにすることもあるようです。パラ。心情表現や光源の強調などで乗算で画面に大きく単色グラデーションを載せる技法です。アナログ撮影ではこれ見よがしな影表現でしたが、デジタルになってからはさりげなく画面の情報量を増やすために入れられるようになりました。貼り込み。別作業で制作した画像を撮影でセルに貼り付けることです。キャラクターが持っている小物の模様、モニターに表示されている画像、背景動画時にセルの質感を上げるためなどに使います。箱の表面など基本的に形が変わらないところに貼るのはともかく、形が変わる洋服などの模様を違和感なく貼って動かすのは撮影班の負担が大きいです。ハンディブレ。手持ちカメラで撮影した映像のように小さく画面が揺れることです。デジタルアニメではウィグラーなど自動的に揺れを作り出す機能を使ったり、実際に手持ちで撮影した映像をもとにその揺れをシミュレーションすることが多いと思います。引き写し。動きの中で大きさ、形が変わらず位置や角度だけが変化する場合、同じ原画をずらして複数の動画を作成することです。デジタルアニメでは撮影時にアナログ時代よりも柔軟に素材をスライドさせられるのですが、作画されたキャラクターとの絡みやいかにもスライドさせました感が出そうな時はこの引き写しが必要になります。ピン送り。このような感じでピントを奥から手前、手前から奥へ送る技法です。こうすることで視聴者の注目を移動させます。デジタルではブラーの強度をコントロールして疑似的にピントを送ります。アナログ撮影では図のように実際に2つの素材の間に距離を作って撮影していたので、上の段と下の段で画面に映る範囲が変わります。そのため上の素材を小さくするか下の素材を大きくする必要があります。違うサイズのキャラクターを一つのもののように作画する場合、位置やサイズ合わせに注意が必要でした。ピンホール透過光。多くの場合小さな十字型のエフェクトとセットで使われる点の透過光です。いちいち作画せずにパーティクルなどで大量に飛ばすケースもあります。
アナログ撮影では黒いラシャ紙に針で穴を開けた透過光マスクを使用していたのでついた名前です。フェアリング、スライド、回転、TU、TB などのカメラワークを急にストップしたりスタートしたりすると違和感というかショックが感じられます。これを軽減するために止まっている画面から数コマレベルで加速して本来のカメラワークのスピードに加速していき、逆に止めるときは少しずつ減速して停止させるテクニックです。通常のデジタルアニメではイーズイン、イーズアウトを指定することで簡単に設定できますが、機械任せにせずにアニメーターなどがこの加減速をコントロールしたいときにはタイムシートにフェアリングの指定をします。俯瞰、煽りの逆でカメラが水平よりも下を向いていることです。上空から見ていたり、強者が弱者を見ている場合に使われます。一般的には神の視点という感じで客観的な冷めた印象を与えるので、熱い展開の時には対応しない方がいいと思います。ブラシ、一般的には筆のことですが、アニメ用語ではエアブラシのことです。頬の赤みや光の表現に使用されます。一枚一枚手動でセルにエアブラシを加えるため、滑らかに動かすことが難しく、普通に塗り分けられたセルを撮影でぼかすケースが増えています。フレーム、基準になるスタンダードフレームを100フレームと呼びます。50フレームは長さが100フレームの 50% です。呼び名は会社によって変わることもありますが、面積ではなく長さ基準で命名されることが多いと思います。TU、TB などカメラの寄り引きが関わる時の基準になります。プレスコ、欧米のアニメではスタンダードですが、先に役者さんの声を収録してそれに合わせて映像を作っていくやり方です。日本のアニメは映像を先に作り、それに合わせて役者さんが声を入れるアフレコ、アフターレコーディングで制作されています。しかし映像作りが予定通り完了せず、やむなく先に声を収録して原画を描くという事実上のプレスコ状態になることもあります。フリッカー、動きがちらついていてスムーズではない様子を指します。一つは意図しない悪いフリッカー。つけパンの項目でも触れましたが、撮影の技術的な問題でつけパンやフォローパンなどで異なるフレームレートの素材を同一画面に出すとちらつきが起こりがちです。これを軽減するために同一カット内のフレームレートを揃えるなどして回避します。もう一つが意図的に作るフリッカー。図のように行ったり戻ったりするようにタイムシートを操作することで、こんな感じで力を込めた表現になります。ボケ BG、 実際のカメラで撮影した時の被写界深度による背景のボケを表現するために、最初からぼんやりと描かれた背景です。画面のほとんどをキャラクターが占めていて、背景に何が書かれていてもさほど問題にならない時も省力化の手法として使われています。ポン寄り、例のように1番目のカットとカメラアングルを一切変えることなく、カメラが対象に近寄っただけの2番目のカットをつなぐことです。 TU でカメラが寄っていくところを飛ばして、スタートフレームとラストフレームを直接つないだ感じです。カメラ移動の時間がないので対象をより印象的に見せられますが、多用すると見づらい映像になりがちです。今回はハ行のアニメ用語を解説させていただきました。今後も用語解説動画を上げたいと思っています。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。